こんにちは、望月です。リタイアして4年目に入った私ですが、正直に言います。どこかで言われているような理想の老後は、私には来ていませんし、気がつけば目指してもいませんでした。リスキリングで学ぼう、地域社会に貢献しよう。世の中には充実した老後を、趣味や学びをという言葉があふれていますよね。正直、私はその言葉に少し疲れていました。それに私の毎日は世間でいう充実とは程遠いです。毎日がドラマチックでもないし、立派な社会貢献もしていません。ただの64歳無職のおじさんが淡々と暮らしているだけです。でも不思議なことに、充実した老後でありたいと思っていた頃よりも、今の方が幸福度は高い気がするんです。今日はキラキラした充実とは無縁の私に、どんな景色が見えているのか、4年かかってようやくたどり着いた何でもない暮らしの心地よさについてお話しします。まず率直に言います。リタイア直後のあの強烈な解放感、それは長くは続きませんでした。私の場合は3ヶ月ぐらいでしょうか。確かに最初は最高でした。目覚まし時計をかけずに眠れる、平日の昼間から散歩ができる。心の底から自由だと思いました。でも4年目の今、どう感じているかというと、自由が日常になってしまったんです。毎日が日曜日だと休日のありがたみがなくなります。なんというかメリハリがない。毎日が日曜日ならもうそれはホリデーではなく、ただの曜日という概念が消えた虚無だったんです。贅沢な悩みかもしれませんが、何もしなくていいというのは実は結構しんどいことなんだと気づきました。それで私がたどり着いたのは、自分を適度に縛ることです。例えば YouTube の動画投稿、誰に頼まれたわけでもないのに、毎週締め切りを作ってパソコンに向かう。バンドの練習日程に合わせてギターを練習する。コーヒーブレイクしたくなったらわざと遠回りして、食器洗いと炊飯と洗濯を終えてからにする。皮肉なものですが、少しぐらいやらなきゃいけないことがあった方が、その合間の休憩が嬉しく感じるんです。完全な自由より適度な縛り、これが4年目の実感です。次に社会との関わりについて。再雇用の時、私は職場で透明人間になったような疎外感を感じて辞めました。辞めた直後は社会から切り離されたようで、少し寂しさもありました。メールは来ない、電話も鳴らない。自分はもう誰からも必要とされていないんじゃないか。でも4年経って感覚が逆転しました。
役柄のない自分がものすごく楽なんです。街を歩いていてもお店に入っても、私はただのシニア男性、元なんとか長でもなんとか社員でもない、会社員という鎧を脱ぎ捨てて、ただの望月秀夫として生きる。これに慣れてくると、現役時代の評価や責任がいかに重荷だったかわかります。最近は昔の自分像を手放すこともできました。昔はもっとできたのにと比べるのをやめたんです。今の等身大の自分で近所の人と挨拶したりする。そんな名刺のいらない薄いつながりが今の私にはちょうどいい温度感です。家庭の話もしましょう。ずっと家にいるとどうしても妻との距離感が気になります。いわゆる不言病というものが気になるんですね。この3年で学んだ鉄則は、干渉しない、期待しない、求めないです。愛情がなくなったわけではありません。リタイア4年目に入り、私たちの夫婦関係はいい意味での共同生活者に近づいてきました。お昼ご飯は別々でもいい。妻がドラマを見ているときは話しかけない。私も自室でギターを弾いたり動画を作ったりする。冷たいんじゃないかと思われるかもしれませんが、逆です。お互いの一人の時間を尊重するからこそ、夕食の時に今日こんなことがあってねと会話が弾むんです。リタイア後は夫婦でいつも一緒が幸せとは限りません。お互いに自立した子として同じ屋根の下にいる。この適度な無干渉こそが今のところいい感じになっています。最後に体のこと。私は今64歳。今年は前期高齢者の仲間入りです。以前足底腱膜炎になった話をしましたが、やはりあちこちガタが来ています。夜中に目が覚めるし、痩せにくくなり、血圧が気になる。3年経って痛感するのは、時間は無限じゃないということです。リタイア直後は時間はたっぷりあると思っていました。でも健康で自分の足で好きなところに行ける時間はそう長くはないかもしれない。以前動画で言った人生で一番若いのは今という言葉、あれはだから頑張ろうという暑苦しい意味ではなく、だから今日のソフトクリームを美味しく食べようくらいの感覚に変わりました。先々の不安を数えるより、今日の体調がいいことに感謝する。天気が良ければ散歩に出る。そんな些細なことで、今日はいい一日だったなと思えるようになりました。若さは減っていきます。でも穏やかさは増えていく。それも悪くないなと思っています。リタイアして4年目。充実した老後というキラキラした看板を下ろして、ただの無職になった今、
手に入れたのは静かな自由でした。誰かの期待に応える必要も誰かと比べる必要もない。何者でもない自分で自分のペースで時間を使い、今日一日を穏やかに終える。これが私が理想の老後の代わりに得た一番の幸せでした。もし今何か始めなきゃと焦っている方がいたらお伝えしたいです。無理に何かをしようとしなくて大丈夫です。何もない日常がやがて自分だけの心地いい日常に変わっていきます。皆さんは今の暮らしをどう感じていますか？ぜひコメント欄で飾らない本音を教えてください。このチャンネルでは定年退職リタイア後のリアルなお金の話や暮らし、趣味のことなどリタイア生活の様子を発信しています。チャンネル登録といいね、ハイプをいただけると励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。小さな窓に朝が溢れ、急がない時計が静かに進む。派手じゃないけど暖かい今日という名の居場所